テント投資か。こんにちは、北新地中国料理フェイフォント宮沢の宮沢です。今日は、カニ玉を作ってみたいと思います。材料は今日も簡単に、まずカニ肉ですね、それから白ネギ、それから卵、今日は3個使います。1回3個でやってみてもらって、難しいようであれば2個にしていただいたらいいかなと思いますけど、とりあえず今日は3個でやってみますね。でカニは、カニ肉じゃなくても、カニカマでもいいかと思いますし、あと何か、鮭のフレークであったりとか、ツナ缶を使ってもいいと思います。ツナ缶とか使う場合は油が結構入ってると思うんで、その油だけはちょっと切るようにしましょう。で卵は、溶いておきますね。であと、塩と、ここに味付けちゃいますね。塩と、うまみ調味料、砂糖ですね。とごま油も少し入れます。で後であんをかけますから、ここでは薄味にしといてくださいね。あまりここでしっかり味付けてしまうと、あんをかけて食べるときにやっぱりちょっと少し、味が濃くなっちゃいますんで、胡椒も少し入れてますね。それからカニ缶はそのカニ缶によっていろいろあると思うんですけど、これは結構ちょっとその、水気が多いので、あまり水気が多いと卵がきれいにまとまらなくなっちゃいます。ですから少し水気を切っておきます。でもうこの中に、卵の中に全部もうカニ入れちゃいましょう。で白ネギのみじん切りも入れます。白ネギのみじん切りされる時によくこう縦に裂いていってこう切られますよね。そうするとピンピンピンってこう反り返ってやっぱ切りにくいかと思うんですよ。ですのでこうちょっとこう斜めに切り込みを上下からこう入れていただいて、まずこう入れてちょうどきれいにひっくり返します。ひっくり返してもう一度同じ方向にこう切り込み入れます。それからこのまま、小口っていうんですかね、こういうふうに切っていただくと勝手にみじん切りになってます。これもまた覚えておいていただいたらいいかなと思います。でこのネギもこの卵の中入れちゃいます。でこの具材を入れたからあまり混ぜない方がいいですね。あまり混ぜると具材からその水であったり水分、ごめんなさい、具材から水分とかがいっぱい出てきますから、なるべく混ぜない方がいいです。ではこれを早速焼いていきます。カニ玉を作る時のコツは、卵にいかに油を吸わしてふっくらと仕上げていくかですね。でふっくらと卵が油を吸う時にわーっと膨らんでくるんですよ。膨らんでくる時についつい皆さんこう鍋を振りたくなっちゃうんですけど、そうじゃなくて今日はヘラを使ってヘラで折り返すような感じですね。ヘラでどんどん上からこう畳んでいくような感じでまとめていっていただくと、全体にふっくらと中身はとろっとしたカニ玉になります。ですので温度はどうやろうな、ちょっと高めの方がいいですね。フライパンの温度は高めの方がいいですね。である程度温まってきたら油をこう入れます。だいたい大さじ、そうですね、1杯ぐらいかな。大さじ1杯ぐらい、1杯ちょっとぐらい入れましょうかの油を入れていただいて、それから熱い状態のところへ卵を入れていきます。卵を入れたらもうすぐにこう今油を吸ってこう膨らんできてますよね。膨らんできてるのでどんどんこう周りから折りたたんでいってください。こんな感じでこれをぐしゃーっと混ぜるとスクランブルエッグになっちゃいますから、そうじゃなくてこう折りたたむような感じでどんどんまとめていってください。でこの時に、なんかつきやすいなと思ったらまたこうちょっと油をこう足していただいたらいいかと思います。でこのようにある程度まとまってきたら、このままちょっと片面
下の面だけですね、フライパンに接してる面だけ軽く焼いちゃいましょう。それから、ある程度まとまったらひっくり返します。焼き色はあまりつけない方がいいですね。全くつかないと今度は卵の香りがしないですけど、若干こう少し色がつく程度ぐらいで、もうこのぐらいで OK です。これ以上焼くと、中まで完全に火が通っちゃいますんで、ふわとろ感がなくなっちゃいますね。これをまずお皿に盛り付けます。じゃあ、この上にかけるあんを次、作っていきます。フライパンを軽く温めてから油を少しだけ垂らしておいてください。そこに、中華スープの素とか、なんかよくあるスーパーに売ってる中華味みたいなやつで結構ですんで、それを書いてある分量の、大体希釈、要するにお湯で割っていただいて、大体120から 150cc ぐらいあれば十分だと思います。で、あと味なんですけども、ご家庭で中華スープの素使う場合はもうそこにうまみ調味料とか塩分とか結構入ってます。ですんであまり、塩とか、は入れない方がいいと思います。今日はうちのお店で使ってる何も味をつけてない、スープを使ってるので、少し塩とかうまみ調味料も加えます。あとオイスターソース少し、あと、塩とうまみ調味料とで、ごま油もここでもちょっと先に入れちゃいますね。仕上げに入れるごま油は香りのごま油です。今こうやってその調理の過程で使ってる、まだ片栗で閉じてない状態に入れるごま油っていうのは味に使うごま油なんですね。ごま油っていうのは味と香りと2通りの使い分けができます。で、このあんになるベースの時に、味をですね、要するにいろいろな調味料をたくさん入れて、ここでしっかりした味にすると、卵自体にもカニ缶とか、あと最初に調味料で味をつけてますんで、下味をつけてますんで、結構味がついてます。ですからここのあんの、ちょっと味を見られた時にちょっと薄めにしてる方が絶対にいいと思います。で、あと片栗を打っていくんですが、水溶き片栗、大体水と片栗どのぐらいの割合なんですかってよく聞かれるんですけど、大体片栗粉1に対してお水が1か 1.2 ぐらいで溶いていただいたらいいと思います。それから今沸いてきましたけど、この沸いてるとこの状態に片栗を入れてると、これは僕がやってもやっぱダマになっちゃいます。どうしてもこの深さがないので、今かさですね、スープの量があんまりたくさんないので、ここに片栗入れるとすぐにダマになります。ですので一回火口から離していただいて、上の方からですね、こう水溶き片栗またこう一回沈殿してますからよく溶いていただいて、上の方から垂らしていきながらずーっと混ぜていきます。それから火にかけてください。いいですか？火にかけたまま片栗入れると絶対にダマになりますよ。で、全体に火が通ってくるとこんな感じでとろみがついてきます。これで OK ですね。これを先ほど、お皿に盛ったかに玉の上にかけていきます。簡単に出来上がりましたね。皆さんも家庭で絶対に簡単にできますので、ぜひぜひやってみてください。あとこれをご飯の上にのせれば、俗に言う天津飯になりますし、このままでも十分白ご飯のおかずになりますから、お好みによって使い分けていただいたらいいかと思います。